皆さん、こんにちは。プログラミング講師の春です。今回は Next.js と Prisma で認証システムを構築していきます。NextAuth でメールアドレス認証と Google 認証を実装し、プロフィール編集まで構築します。画像の保存は Cloudinary を使用します。データベースは PostgreSQL を使用し、構築方法も解説していきます。再利用しやすいように認証機能に特化したプロジェクトとなっています。プリズマを使用した認証機能の構築に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。それでは始めていきましょう。Next.js を構築していきます。空のフォルダを開いています。npx create nextapp コマンドで Next.js のプロジェクトを作成します。Tailwind CSS と AppRouter を指定します。必要なライブラリをインストールします。もし最新バージョンで動かない場合は、チュートリアルのバージョンに合わせるようにしてください。トップページの page.tsx ファイルを修正します。一旦テキストを表示するだけにしておきます。layout.tsx ファイルを修正します。ナビゲーションコンポーネントをコールしてメタデータを修正します。レイアウトを整えてナビゲーションとフッターを追加します。app ホルダーにコンポーネンツホルダーとナビゲーションホルダーを作成し、ナビゲーション .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。リンクをインポートします。ナビゲーション関数を作成してトップページのリンクを表示しておきます。グローバル.css を開いてデフォルトで記載されている CSS を削除します。npm run dev で動作を確認します。このようにトップページが表示されていることを確認します。ローディング画面を作成します。ローディング .tsx ファイルを作成します。このファイルを作成しておくと、データを取得中に自動的にローディング画面が表示されます。エラー画面を作成します。エラー .tsx ファイルを作成します。このファイルを作成しておくと、サーバーコンポーネントでエラーが発生した場合に、自動的にエラー画面に表示されます。データが存在しない時の画面を作成します。notfound.tsx ファイルを作成します。このファイルを作成しておくと、データが存在した時に表示されます。今回データベースは PostgreSQL を使用します。PostgreSQL をローカルに構築する方法を紹介していきます。こちらの PostgreSQL の公式ページにアクセスして、インストーラーをダウンロードします。Windows の方と Mac の方でインストール方法が異なりますので、それぞれの手順に従ってインストールしてください。インストール中にパスワードを入力するところがありますので、忘れないようにメモしておきます。インストールが完了したら SQL シェルを起動します。サーバー、データベース、ポート、ユーザーネーム、クライアントエンコーディングはデフォルトのままエンターを押して進めていきます。Postgres のパスワードはインストール時に設定したものを入力します。PostgreSQL にログインしたらデータベースを作成していきます。Create Database コマンドでデータベースを作成します。今回は Next.js Prisma という名前でデータベースを作成しました。Create Database と表示されればデータベースの作成は完了です。データベースを操作するためにプリズマを使用します。
プリズマはデータベースを操作するためのオープンソースのツールです。ORM と呼ばれ、データベースの操作を簡単に行うことができます。SQL 文を直接書く必要がなく、Create、Update、Delete などのメソッドを使用します。プリズマスタジオというツールを使用すると、データベースの中身を確認することができます。詳細はこちらの公式ドキュメントを参考にしてください。プリズマを使用してデータベースを操作できるようにしていきます。npx プリズマイニットコマンドで初期化を実行すると、プリズマフォルダーと .env ファイルが生成されます。スキーマ .prisma を修正してデータベースを構築します。メールアドレス認証のユーザーテーブルを追加します。OAuth 認証用のアカウントテーブルを追加します。今回は認証のみなので、データベースの設定は以上となります。.env ファイルを開きます。データベース URL を修正していきます。John Doe と書かれている箇所にはユーザーネームが入ります。ランダムパスワードと書かれている箇所にはインストール時に設定したパスワードが入ります。MyDB と書かれている箇所にはデータベース名が入ります。マイグレーションを実行してデータベースを構築します。npx プリズママイグレートデブでマイグレーションを実行します。-ネームでマイグレーションの名前を指定することができます。npx プリズマジェネレートでプリズマのクライアントを生成します。開発時は npx プリズマ db プッシュをするとマイグレーションファイルを作成せずに直接データベースを構築できます。最終的にデータベースが固まったら npx プリズママイグレートデブを実行してマイグレーションファイルを作成するのが良いかと思います。npx プリズマスタジオでプリズマスタジオを起動します。データベースの中身を確認することができます。Next.js で認証機能を実装するために NextAuth ライブラリを使用します。OAuth をサポートしており、簡単に Google や Facebook、GitHub などの認証プロバイダーと連携することができます。詳細はこちらの公式ドキュメントを参考にしてください。プリズマ用の認証方法も記載されています。環境変数に NextAuth シークレットと NextAuth URL を設定します。NextAuth シークレットは JWT を暗号化し、トークンをハッシュ化するために使用します。本番環境で使用する場合は、ランダムな値を使用してください。NextAuth の設定をしていきます。APP フォルダーに API Auth フォルダー、NextAuth フォルダー、root.ts ファイルを作成します。NextAuth などのライブラリをインポートします。NextAuth を設定する Auth Options を作成します。アダプターに Prism アダプターを設定します。Google 認証できるようにプロバイダを設定します。Facebook や GitHub の認証をしたい場合は同様に設定します。メールアドレスとパスワードで認証できるようにクレデンシャルプロバイダを設定します。メールアドレスとパスワードのチェックをします。メールアドレスでユーザーが存在するかをチェックします。存在しない場合はエラーを返します。
パスワードが一致するかチェックします。パスワードが一致しない場合はエラーを返します。チェックがすべて通ったらユーザー情報を返します。セッションの保存方法を設定します。NextAuth 関数を使用してハンドラーを作成します。認証状態をチェックするためのコンテキストを作成します。app フォルダーにコンテキストフォルダを作成し、auth コンテキスト .txt ファイルを作成します。ユーズクライアントでクレントコンポーネントにします。セッションプロバイダーをインポートします。auth コンテキスト関数を作成し、セッションプロバイダーでラップします。プリズマクライアントのインスタンスを作成します。app フォルダーに lib フォルダを作成し、prisma.tsets ファイルを作成します。プリズマクライアントをインポートします。プリズマクライアントのインスタンスを作成します。ログインユーザーを取得する関数を作成します。app フォルダーに Actions フォルダを作成し、getCurrentUser.tsets ファイルを作成します。ライブラリをインポートします。getCurrentUser 関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。NextAuth の Get サーバーセッションからセッション情報を取得します。セッション情報にメールアドレスがない場合は null を返します。セッション情報のメールアドレスでログインユーザーの情報を取得します。ログインユーザーの情報がない場合は null を返し、ある場合はそのユーザー情報を返します。レイアウトで認証状態をチェックします。auth コンテキストと getCurrentUser をインポートします。getCurrentUser でログインユーザーの情報を取得します。ナビゲーションにログインユーザーの情報を渡します。トップページで認証状態をチェックして、認証状態によってテキストを変更します。getCurrentUser をインポートしてコールします。カレントユーザーが存在している場合は認証中となり、存在しない場合は未認証となります。ナビゲーションにメニューを追加していきます。ユーザーの型定義とメニューコンポーネントをインポートします。引数に認証状態のカレントユーザーを追加します。ナビゲーションのメニューコンポーネントをコールします。ナビゲーションメニューではアバター画像を表示してクリックするとメニューが表示されるようにします。コンポーネンツのナビゲーションフォルダーにメニュー .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。ライブラリとコンポーネントをインポートします。
メニュー関数を作成します。今回は主にモーダルを開いて操作していくので、それぞれのモーダルのフックをコールします。トグルオープン関数を作成してメニューの開閉を行います。メニューボタンを作成していきます。アバター画像を表示してクリックするとメニューが表示されます。Is Open でメニューが開いている時のみ表示します。カレントユーザーが存在していればログイン中なので、プロフィールとログアウトを表示します。カレントユーザーが存在していなければログインしてないので、ログインとサインアップを表示します。メニューをクリックするとそれぞれのモーダルを開きます。メニューのアイテムは共通化してコンポーネントにしておきます。ナビゲーションホルダーにメニューアイテム .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。メニューアイテム関数を作成します。メニューのラベルをクリックするとオンクリック関数がコールされ、モーダルが開きます。デフォルトのアバター画像をパブリックホルダーに格納しておきます。types.tsx ファイルを作成して共通の型定義を記載します。モーダルの状態を管理するためのカスタムフックを作成します。app ホルダーにフックスホルダーを作成し、ログイン用の useLoginModal.tsx ファイルを作成します。状態管理は Zoo スタンドを使用します。モーダルの状態管理として isOpen と onOpen、onClose を定義します。モーダルの開閉はこの状態管理を使用して行います。同様にサインアップ用の useSignUpModal.tsx ファイルを作成します。中身はログインの状態管理と同じになります。プロフィール編集用の useProfilModal.tsx ファイルを作成します。中身は先ほどと同じになります。npm run dev で動作を確認します。右上のアバター画像をクリックするとメニューが表示されることを確認します。共通のコンポーネントを作成していきます。コンポーネンツホルダーにボタンホルダーを作成し、ボタン .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。アイコンはリアクトアイコンズを使用していきます。すべての共通したボタンを作成するのでオプションが多くなっています。ボタン関数を作成します。ボタンを作成します。アウトラインや削除用、アイコンの有無によってボタンの表示を変更します。テキストの入力フォームのコンポーネントを作成します。コンポーネンツホルダーにインプットホルダーを作成し、input.tsx ファイルを作成します。
ユーズクライアントでクレンドコンポーネントにします。ホームのバリデーションはリアクトフックホームを使用していきます。奇数の型定義を行います。インプット関数を作成します。インプットタグで入力フォームを作成します。バリデーションエラーがある場合は、入力フォームの枠を赤くしてエラーメッセージを表示しています。テキストエリアの入力フォームのコンポーネントを作成します。インプットホルダーにテキストエリア .txt ファイルを作成します。先ほどのテキストの入力フォームとほぼ同じになります。テキストエリア関数を作成します。テキストエリアタグで入力フォームを作成します。共通のモーダルのコンポーネントを作成します。コンポーネントホルダーにモーダルスホルダーを作成し、モーダル .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。アイコンやボタンコンポーネントをインポートします。引数の型定義を行います。共通化しているのでオプションが多くなっています。モーダル関数を作成します。ハンドルクローズ関数を作成してモーダルを閉じる処理を行います。ハンドルサブミット関数を作成してメインボタンの処理を行います。ハンドルセカンダリアクション関数を作成してタブボタンの処理を行います。isOpen がフォルスの場合は何も表示しないようにします。モーダルの表示を作成します。ヘッダー部分にはタイトルと閉じるボタンを表示します。モーダルの内容を表示します。ボタンは右側にメインボタン、左側にサブボタンを用意しています。フッター部分も表示できるようにしてあります。今回ポップアップ表示はこちらの React Hot Toast ライブラリを使用します。簡単にポップアップが表示できるのでおすすめです。コンテキストホルダーにトースターコンテキスト .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクレンドコンポーネントにします。リアクトフックトーストからトースターをインポートして使用します。サインアップ機能を実装していきます。レイアウトにサインアップモダルを追加します。全体をオースコンテキストでラップします。サインアップモダルをインポートします。ポップアップを表示するトースターコンテキストをコールします。トースターコンテキストをインポートします。サインアップモダルをコールします。トースターコンテキストのファイル名が間違っていたので修正します。サインアップモダルを作成します。モダルホルダーにサインアップモダル .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。必要なライブラリをインポートします。モーダルホルダーを
モーダルスに名前を変更します。入力のバリデーションは ZOT を使用してスキーマを作成します。ネーム、E メール、パスワードの3つの検証ルールを定義しています。サインアップモーダル関数を作成します。サインアップ、ログインモーダルのフックをコールします。リアクトフックホームのユーズホームを使用してホームの状態を管理します。ユーズホームの引数にデフォルトバリューで初期値を設定してリゾルバーに ZOT で定義したスキーマを足します。ログインモーダルを開く ON トグル関数を作成します。ON クローズでモーダルを閉じて ON オープンでモーダルを開きます。送信した時にコールされる ON サブミット関数を作成します。ローディングを開始します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。エラーが発生した場合はトーストを使用してポップアップでエラーメッセージを表示します。サインアップするために API サインアップにポストリクエストを送信します。サインアップに成功したらアカウントを作成しましたとポップアップを表示します。同時にサインインでログインします。サインアップのモーダルを閉じてルーターリフレッシュでキャッシュをクリアします。ボディコンテントにモーダルの内容を作成します。サインアップモーダルには名前とメールアドレス、パスワードの入力フォームを表示します。共通の入力フォームのコンポーネントをコールして作成していきます。フッターコンテントにサインアップモーダルのフッターに表示する内容を作成します。Google 認証用のボタンを作成します。クリックするとサインイン関数がコールされ、Google の認証画面が表示されます。ログイン画面へのリンクを作成します。クリックするとログインモーダルが開きます。共通のモーダルコンポーネントをコールします。サインアップ用の API を作成します。API フォルダーにサインアップフォルダーを作成し、ルート .ts ファイルを作成します。ライブラリをインポートします。ポスト関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。リクエストボディからメールアドレス、名前、パスワードを取得します。パスワードのハッシュ化を行います。ユーザーの作成は prisma.user.create を使用します。パスワードはハッシュ化したパスワードを格納します。npm ランデブで動作を確認します。アバター画像をクリックするとサインアップメニューが表示されますので、クリックするとサインアップモーダルが表示されます。名前、メールアドレス、パスワードを入力してサインアップします。サインアップに成功するとアカウントを作成しましたとポップアップが表示され、サインアップモーダルが閉じます。同時にログインしているので
認証中となっています。ログアウトすると未認証になります。ログイン機能を実装していきます。レイアウトにログインモーダルコンポーネントをインポートします。ログインモーダルをコールします。モーダルスフォルダーにログインモーダル .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。必要なライブラリをインポートします。入力のバリデーションは ZOT を使用してスキーマを作成します。E メールとパスワードの検証ルールを定義しています。ログインモーダル関数を作成します。ログインモーダルとサインアップモーダルのフックをコールします。リアクトフックホームのユーズホームを使用してホームの状態を管理します。ユーズホームの引数にデフォルトバリューで職位置を設定してリゾルバーに ZOT で定義したスキーマを足します。サインアップモーダルを開くオントグル関数を作成します。送信するとコールされるオンサブミット関数を作成します。ローディングを開始します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。ログインは React-OAuth のサインイン関数を使用します。エラーチェックをして問題なければ、ログインしましたというポップアップを表示して、モーダルを閉じます。ボディコンテントにモーダルの内容を作成します。ログインモーダルにはメールアドレスとパスワードの入力フォームを表示します。フッターコンテントにログインモーダルのフッターに表示する内容を作成します。サインアップモーダルと同じように Google 認証用のボタンを作成します。サインアップへのリンクを作成します。共通のモーダルコンポーネントをコールします。npm ランダムで動作を確認します。ナビゲーションメニューからログインメニューをクリックします。ログインモーダルが開きますので、メールアドレスとパスワードを入力してログインします。ログインモーダルが閉じて、ログインに成功したことをポップアップで表示します。認証中となっていれば、ログインに成功しています。Google 認証を実装していきます。Google 認証を行うために GCP のプロジェクトを作成する必要があります。こちらのページから Google アカウントでログインしてください。ログインするとこのような画面に遷移します。プロジェクトを選択で新しいプロジェクトを作成します。プロジェクト名を入力して作成をクリックします。作成したプロジェクトを選択します。メニューの API とサービスの OAuth 同意画面をクリックします。外部を選択して作成をクリックします。アプリ名とユーザーサポートメール、ディベロッパーの連絡先を入力して保存して次ボタンをクリックします。
スコープは何も設定せずに保存して次へボタンをクリックします。テストユーザーも何も設定せずに保存して次へボタンをクリックします。完了したらダッシュボードに戻ります。次に認証情報をクリックします。認証情報の作成の OAuth クライアント ID をクリックします。アプリケーションの種類を Web アプリケーションにして名前を入力します。認証済みリダイレクト URI にこのように入力します。作成ボタンをクリックします。こちらのクライアント ID とクライアントシークレットをコピーして環境変数に設定します。.env ファイルに Google クライアント ID と Google クライアントシークレットを設定します。Next.js の設定をするために nextconfig.js ファイルを開きます。画像を表示するために Cloudinary と Google のドメインを許可します。npm run dev で動作を確認します。Google 認証でログインできるかを確認します。Google でログインボタンをクリックすると Google のログイン画面に遷移します。Google 認証すると自動的にアバターアイコンが表示されます。今回画像のアップロードは Cloudinary を使用します。Cloudinary のアカウントを作成してログインしてください。ログインするとクラウドネームを取得することができますのでコピーします。.env ファイルに NextPublic Cloudinary Cloud Name を設定します。メディアライブラリに遷移して画像をアップロードするフォルダを作成します。次にセッティングスをクリックしてアップロード画面に遷移します。Add Upload Preset をクリックします。サインイングモードをUnsigned に変更します。フォルダーに先ほど作成したフォルダを設定します。アップロードプリセットネームをコピーしておきます。セーブで保存します。こちらもセーブで保存します。.env ファイルに先ほどコピーした NextPublic Cloudinary Upload Preset を設定します。画像をアップロードするコンポーネントを作成します。インプットフォルダーに ImageUpload.tsx ファイルを作成します。Use クライアントでクライアントコンポーネントにします。Next.js で Cloudinary に画像をアップロードするには Next Cloudinary を使用します。型定義を設定します。イメージアップロード関数を作成します。ハンドルアップロード関数を作成して画像の URL をonChange関数に渡します。Next Cloudinary ライブラリの CLD アップロードウィジェットを使用して画像をアップロードします。画像のアップロード枚数やどこから画像をアップロードするかなどを設定することができます。詳細はこちらの公式ドキュメントを参考にしてください。プロフィールの名前とアバター画像を編集できるようにします。レイアウトにプロフィールモデルをインポートします。引数にログインユーザー情報を渡してプロフィールモーダルをコールします。モーダルスフォルダーにプロフィールモーダル .tsx ファイルを作成します。Use クライアントでクライアントコンポーネントにします。必要なライブラリをインポートします。名前の入力と画像のアップロードをステップ形式で進めるようにします。入力のバリデーションは Dot を使用してスキーマを作成します。ネームとイメージの検証ルールを定義しています。イメージは必須ではないので、オプションで定義します。引数の型を定義します。プロフィールモデル関数を作成します。プロフィールモデルのフックをコールします。リアクトフックホームの Use ホームを使用して、ホームの状態を管理します。墓地を使用することで、
フォームの値を監視することができます。セットカスタムバリュー関数で画像の入力値を設定します。ユーズエフェクトを使用して初期値を設定します。オンバック関数を作成してステップを戻すことができるようにします。オンネクスト関数を作成してステップを進めることができるようにします。プライマリーラベル関数を作成してメインボタンのラベルを設定します。セカンダリーラベル関数を作成してサブボタンのラベルを作成します。最初の入力フォームはサブボタンは表示しないようにします。メインボタンをクリックするとオンサブミット関数がコールされます。最後の画像をアップロードするステップ以外は次のステップに進みます。ローディングを開始します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。プロフィールを編集するために API プロフィールにパッチリクエストを送信します。プロフィール編集が成功したらプロフィールを変更しましたとポップアップを表示します。ステップを最初のステップに戻してモーダルを閉じます。GetBody コンテント関数を作成してモーダルの内容を作成します。ステップが画像の場合は画像をアップロードするコンポーネントをコールします。名前を入力するフォームを作成します。共通のモーダルコンポーネントをコールします。プロフィール編集用の API を作成します。API ホルダーにプロフィールホルダーを作成し、root.ts ファイルを作成します。ライブラリをインポートします。パッチ関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。リクエストボディから名前と画像の URL を取得します。GetCurrent ユーザー関数からログインユーザーを取得します。ログインユーザーのチェックをします。ユーザーの編集は Prisma.user.update を使用します。レスポンスを返します。npm ランデブで動作を確認します。ナビゲーションメニューのプロフィールをクリックすると、プロフィール編集モデルが表示されます。名前を変更してみます。名前の変更と画像のアップロードでステップ方式にしています。プロフィール編集に成功すると、ポップアップが表示されます。もう一度、プロフィールメニューをクリックすると、名前が変更されていることが確認できます。ログアウトして別のアカウントでログインしてみます。プロフィールメニューをクリックして画像も変更してみます。アバター画像も変更することができました。以上で Next.js と Prisma の認証システム構築は終了です。メールアドレス認証と Google 認証、プロフィール編集まで完了することができました。基本的な認証機能は完了したので、あとはアプリケーションの主要な機能の実装に進むことができます。このチュートリアルで構築した認証機能は再利用可能なので、新しいプロジェクトを立ち上げる際には、このプロジェクトを使用してアプリケーション開発に取り組むことができます。講座のソースコードは LINE 登録するとダウンロードできるようになっています。他の講座のソースコードも簡単にダウンロードできます。最新情報も届きますので、ぜひお友達登録をお願いします。チュートリアルは前代も解説していますので参考にしてください。概要欄に貼り付けておきます。Q&A サイトを公開しましたので、講座の不明点や個人解説の疑問点など何でもご質問ください。
会員登録しておくと新着の講座情報が届きます。もし参考になったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。